定数分離の全3パターンを完全解説していこうと思います。少なくとも定数分離のパターンについてはもう困らないですね。視覚化できる。はいどうも皆さんこんにちは。スターディの河野玄斗です。今回ですね、定数分離の全3パターンを完全解説していこうと思います。定数分離はですね、二次試験だったり、あといろんな記述型の模試でよく出される品質事項ですし、かつ非常に強力なツールとなってるわけですね。ただ結構ね、定数分離って言ったらもう1パターン、一番スタンダードの形しか押さえてない方っていうのが結構いると思うので、今回これを機会に全ての定数分離の応用編まで含めて、こういう定数分離の方法もあるんだなっていうことをしっかりと認識してもらうと。とにかくこの動画を見てもらえば、少なくとも定数分離のパターンについてはもう困らないですね。ということで早速ね、その強力な定数分離やっていきましょう。はい、それではやっていきましょう。定数分離の全3パターンですね。今回流れとしてはスタンダード型と部分型、そこから文字置換型という風に3つ紹介していきます。はい。実際にね、問題を通してやってみるのが一番早いので、この問題から、x2 乗 -x-a イコール0の解の個数と、あと1以上3以下に解があるための a の条件。これをそれぞれ求めましょうということですね。これは多分多くの方が見たことある形じゃないかなと思います。とりあえずね、これは普通に二次方程式の解の配置問題として解くこともできるんですけど、要はこれ解の個数とかは判別式使えばできますよね。今回はちょっとね、それをせずに定数分離でやっていきましょう。定数分離。要は、ここに定数があるわけですよね。a っていう定数が。この定数を分離してあげようということなんですよ。つまり、こういう風に左辺に定数が含まれない形、右辺に定数しか含まれない定数のみという形に分けてあげるわけですね。こうすることによって何がいいかっていうと、この方程式をこう見るわけですよ。y イコール x2 乗 -x と y イコール a という2つのグラフの共有点の x 座標という風に見ることができるようになるわけですね。要は、この方程式っていうのは全部 y イコール左辺と y イコール右辺の2つのグラフがあった時の共有点の x 座標という風に求めることができるわけですよ。逆に言えば、y イコール x2 乗 -x とy イコール a。これの共有点の x 座標を求めてって言われたら、それは連立させて x2 乗 -x イコール a ってするわけじゃないですか。それと全く一緒ですね。だからこの2つのグラフに分離することができると。なんでそれが嬉しいかっていうと、こっちには定数が含まれてないから、もう決まるわけですよ、簡単に。こんな感じで。ここが x 座標とのコーデが1で、平方完成してあげれば2分の1、ここがマイナス4分の1っていうことがすぐわかるんですけど、こういうグラフに固定されるわけですね。こっちは定数が含まれてないから固定。一方でこっちは定数が含まれてるから移動しちゃうんですね。a が1の場合、a が2の場合っていう風に考えていくと、その a の値によってこのグラフが変動しますよね。ただ、変動するけれども、その変動の方法が簡単なんですよ。つまり y イコール a っていうのは何かっていうと、この x 軸に平行ってことですよね。y 座標が a、y 座標が a のグラフだというわけなんですよ。じゃあ、あとは、この a の部分を上下させていって、いろんな形で当てていってあげて、共有点が何個あるかな？それが解の個数に対応するわけですね。だから解の個数っていうのは、ここ、マイナス4分の1より大きい時には2回ぶつかるわけだから、答えは2個になるわけですね。同じように a イコールマイナス4分の1の時は1個。で、それより小さい時は0個と。このようになるわけなんですね。よろしいですか？こんな感じで解の個数っていうものを一発で視覚的に表せるっていうのが定数分離ですね。次、1以上3以下に解がある a の条件。これも定数分離で解けるんですよ。これって普通に解の配置問題でやったら結構めんどくさいんですよね。っていうのも1以上3以下に解があるっていうのは解が1つあるか2つあるかわからないんですよ。1つある場合でも2つある場合でもどっちでもいいっていう場合なので結構ねその場合分けっていうのがね大変だったりするんですね。それを定数分離の形で一発でわかるようにすると。つまりこれの解をどういう風に見てあげたかっていうと x2 乗 -x イコール a の解はこの2つのグラフの共有点の x 座標という風にわかるわけですね。つまり、例えばこの場所にあった場合で言うと、解の2つはここの x 座標の2つになるわけですよ。この x の値がそのままこの解の値になるわけですよね。ということは、1以上3以下に解があるっていうのは、この固定されたグラフと1以上、3以下はここら辺ですかね。ここのどっかでぶつかればいいということなんですよ。わかりますか？1以上3以下のどっかでぶつかりさえすれば解があるよっていうふうに言えるわけですよね。だから、この範囲に A がぶつかるよっていうふうにするためには、A が、もちろん X が1の時のここ0ね。X が3の時は、
x2-x に x イコール3入れると6だから、0以上6以下という範囲であれば、1以上3以下にぶつかるというわけですよね。よろしいですか？つまり、定数分離の何が嬉しいかっていうと、まず、解の個数がグラフの共有点の個数と一致するわけですね。大丈夫ですね。そしてさらに、その解の値までわかるんですよ。この共有点の x 座標。で、何がいいかっていうと、これらが視覚化されるってことですよね。これらを視覚化するっていうところに定数分離の嬉しい点があるわけですよ。で、定数分離、要は定数がごちゃって入ってると普通 A が動くことに変な動きするんですよ、グラフが。それが定数だけを分けることによって分かりやすい動きと固定されたものっていうことで、それが全部視覚化できると。一般的に大事な話をするんですけど、方程式があったら、その裏側にグラフがあるっていうことは常に意識しておいてくださいね。そのグラフっていうものは結局は、関数があれば必ず生まれるんですよ。プロットしていけば。だから、この方程式何かしらあったら絶対グラフにできると。これは x2 乗 -x-a、y イコールこれのグラフと y イコール0、x 軸との交点みたいな形で必ず視覚化できる。だから、二次方程式の解の配置問題、グラフで考えるっていうのはそういうことなんですよね。視覚化することによってうまくいくことが多い。だから、方程式があるとその裏側にグラフがあるし、グラフがあれば逆にその裏側に方程式があるということはしっかりと意識しておいてください。じゃあ、スタンダード型はそんな感じで、これをしっかりと意識すると、次の部分型もすんなり理解できるかと思います。x2 乗 -ax プラス a イコール0の解の個数と、この範囲に解がある a の条件。ここの部分が変わっただけですね。ここに a が加わっただけとさっきと比べて。じゃあ、これをどういう風に考えていくかというと、定数分離か。じゃあ、定数分離だったら x2 乗イコール ax-a にして、ここの部分が a かっこ x-1 だから割って、x-1 分の x2 乗イコール a だっていう風にすると。まあもちろん文字で割るときはね、それが0の場合と0じゃない場合という風に分けなきゃいけないんですけど、とりあえず分けたと仮定して、こうなったと。x-1 分の x2 乗イコール a。だから y イコールこのグラフと y イコール a のグラフを書けばいいんだ。これは正しいんですよ。ちなみに。数3ではこのグラフは書ける。だから数3の範囲をしっかりと理解していれば、こういう風に何も考えずにとにかく定数分離して、y イコール x1 分の x2 乗のグラフを書いてあげて、これと y イコール a でぶつけてあげるっていうのは正しいやり方なんですね。ただ、今回は高校1年生の範囲でもできるということで、このやり方は一回カットしましょうという感じですね。じゃあ、気を取り直して、もう一回考えてみると、定数分離。まあ、ここに定数がある。まあ、普通に解の配置問題でやるかっていうふうな、もちろんそれでも OK。ただ、ここでちょっと知っててほしいんですけど、ここの部分ね。要は A でくくると、X の一次式になるじゃないですか。まあ、要はこういうことですね。A かっこ X-1 みたいになるじゃないですか。これをするときに部分型っていうものが使えるんですね。これはどうなるかっていうと、そのままなんですけど、こういう風に変形してあげると。こういう風に変形してあげることのメリットっていうのは何なんだっていう話ですよね。さっき定数分離で何が良かったかっていうと、y イコール a の移動する側が簡単だという話でしたね。これをもうこのままの形で残してあげると、要は y イコール x2 乗と y イコール a かっこ x-1 と。こういう風に分けてあげるわけですよ。そしたら何がいいかっていうと、こっちは当然固定されますね。じゃあ y イコール a かっこ x-1 はっていうのは、これが簡単な動きをするんですよ。これは点10を通り傾きが a の直線と。こういう風に言い換えることできますよね。要は10を常に通るんですよ。この x に1入れたら右辺0になりますよね。で、y に0を入れたら0イコール0となって成り立つと。A に何が入ってようが10入れたら成り立つんですよ。だから、これ常に10を通るんですね、定点。逆にですよ。10を通り傾きが A の直線を求めなさいって言われたら、傾きが A だから y イコール A かっこ10だから x-1 っていう風になるじゃないですか。だからこれとこれは全く同じことなんですよ。これってすごくわかりやすくないですか？ 10 っていう定点を通ってくれる直線ということなので、今回は y イコール x2 乗がまずあると。これが固定されてる。それにぶつけていくのが、この点10っていうものを通って傾きが A の直線。こういう風に10を中心にこう回っていってるというわけですね。傾きを変えていくので。で、あとはこの交点を考えてあげればいいというわけなんですね。よろしいですか？これでもうわかると。解の個数の方はね、正直ね、判別式の方がいいんですけどね。こうやって接線を引いてあげることによって、この接線の傾きを境に解の個数が変わってきますよね。だから、ここの接線の傾きを求めてあげるわけなんですけど、
これっていうのは、これとこれを連立させて判別式イコール0の場合。まあ当然これ結局最初からこれ判別式イコール0を求めるのと変わらないんですけど、これカッコ B の方で有効なんで、少々お待ちください。で、x2乗イコール低い x プラス a イコール0。これの判別式を求めるのと一緒ですよね。これ d っていうのが a2乗マイナス 4a。になってイコール0だから a イコール0と4というふうになるわけですよ。だから、この傾きが0の場合がここに接してますね。これが傾き4と。あとはもう簡単。視覚化していくと。傾き0。要はマイナス無限から始めていく。ピー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 って当てていくと、ここら辺のところって全部交点2個ありますよね。だから、それが傾き0のところまで続くと。つまり、a が0より小さいときは絶対2個と。で、a が0になった瞬間は1個になるんですね。接してるから。じゃあ次に A が0より大きくなったらしばらくは当たんないんですよ。こんな感じで空回りしちゃうんですね。だからそれがどこまでかっていうと傾きが4のとこまで続くと。だから0個なわけですね。で、傾きが4になった瞬間に A イコール4で1個と。じゃあ A が4より大きくなったらつったら2個になりますね。こんな感じで視覚化できるわけなんですよ。これが分かると、カッコ B、1以上3以下に解がある場合も簡単で、要は点1から3、要はグラフの交点の X 座標が結局そのまま解の答えになるので、1以上3以下の範囲でぶつかればいいんですよね。解があるっていうのは。じゃあどういう場合かなって考えていくと、ここの接線の部分がどういう風になってるのかっていうことをちょっと考えなきゃいけないんですよ。っていうのも、1、0があって、こういうのがあって、ここで接してたら、結局、一番急なのって、ここですよね。これより、この端の部分より急じゃなきゃいけないと。ちょっとね、グラフがね、汚くて非常に申し訳ないんですけど、逆に、この接線の部分が、この1以上3以下の間に入っていれば、この傾きより大きいですよね。だから、これが、こういう風に1以上3以下の部分で接してるかどうかっていうことをちゃんと考えなきゃいけないと。つまりこの傾きが4の時の接点の値と x 座標をしっかり求めてあげなきゃいけないんですね。そうすると傾き4の時 x2 乗 -4x プラス4イコール0。x2 乗 -4x プラス4イコール0ってことは x イコール2なんですね。まあ、x マイナス2の2乗イコール0なんで。ということで接点がちゃんとここの1以上3以下の間にあるわけですよ。だからこっちの形なんですね。ということは、この接線の傾き4よりこっちであれば、絶対1以上3以下にぶつかりますよね。これどんなに急でも、この1よりこっち側のところでぶつかるんでうまく。ということで答えが A が4より大きいというふうに言えるわけなんですよ。大丈夫ですかね？こういう感じでは視覚化できる。こういう定数分離の強みっていうのは視覚化できる。で、さっきのスタンダード型っていうのは動くのが簡単だと y イコール a で平行だから。で、動くのが簡単っていうのは y イコール a の形だけじゃなくて、こういう風に a でくくると x の一次式になるよっていう場合も簡単に視覚化できるんだよっていうことを今回は学んでほしいというわけですね。あとはちょっと接するところがどこかなっていうことを注意しなきゃいけないっていう、そういった注意点だけね、しっかり押さえてくれれば大丈夫かなと思います。これ今回ね、結構めんどくさかったぞっていう方いるかもしれないんですけど、これね、x2 乗だからなんですよね。例えばここに絶対値とか入ってきて、固定する側がこういう感じのグラフで、あとは点20っていうところを通って、こう当てていくとかだったら、こういう風にせざるを得ないんですね。絶対に。だから強いというわけですね。次。文字置換型。これの1以上4以下の範囲の解の個数を求めなさいっていう問題ですね。これが最後のパターンと。これもしょっちゅう出ますね。で、今から間違えた解き方を2個ぐらいやるので、どこが間違ってるかっていうのをパッと指摘してくださいね。まず、これ見たら当然何をしたくなるか。文字置換型って言ってるわけだから、x2 乗 -4x をラージ x って置きたくなりますよね、こんな。いかにも置いてくださいって言ってるわけじゃないですか。だからこういう置くときに、どういうところに気をつけなきゃいけないかなっていうことをしっかりと押さえていくと。そうすると、ラージ x2 乗プラス2ラージ x マイナス a イコール0になるから、イコール a と。これで定数分離してあげると。そうすると、y イコール x2 乗プラス2ラージ x と y イコール a と。この範囲でいけますよっていうことですね。このグラフの共有点の個数でいけるというわけですよね。これが y イコールラージ x2 乗プラス2ラージ x と。で、マイナス2、0でぶつかる。で、ここがマイナス1で、ここがマイナス1と。で、こうなる。1以上4以下だから、1以上4以下でぶつかればいいのね。だから、a の範囲が、ここのところ3、4入れたら16たす8で24だから、3から24です、答え。はい。これは当然ダメですね。なぜでしょうって言ったら、いや、これ x だから、ラージ x が1以上4以下じゃないよっていうことですよ。じゃあ、ラージ x の範囲をちゃんと考えてあげましょうねっていうところに今度行くわけですよね。ラージ x は x2 乗 -4x なわけだから、
x が1以上4以下の場合は、これグラフで考えてあげればいいですね。こういうね、最大値最小値の問題、範囲の問題っていうのはグラフで考えるのがね、基本なんですよね。これがラージ x イコール x2 乗マイナス 4x のグラフと。1以上4以下なので、これですね。1以上部分は2で、ここがマイナス4になってるわけですね。で、1以上4以下の場合で、ラージ x の範囲はって言われたら、あ、マイナス4から0なんだなっていうのがこれでわかるわけですよ。マイナス4から0なんだと。はい。ということで、マイナス4から0でぶつかればいいんだと。あ、ごめんなさい。範囲の解の個数だから、3から24の範囲で1個。で、それ以外のところで0個っていうのが、さっきの正しい、あれでしたね。正しい誤答。正しい誤答ってなんだ？誤答なのに正しいって。まあ、要は、意図してる誤答ですね。うん。だから、まあ、それはさておき、マイナス4以上0以下の範囲でぶつかれば、ぶつかった解の個数に対応するんだと。だから、マイナス4から0と。ここか。この範囲でぶつかった個数で考えていけばいいんだと。じゃあ、マイナス4っていうのは、ここが8になるということなので、あとは、マイナス1の時は1個。マイナス1より小さい時は0個。で、マイナス1より大きくて0以下だったら2個。で、0より大きくて8以下のところでは1個。8より大きければ0個。今のわかりますね。ついてこれますよね。y イコール a でこうやって当ててってるだけなんで。っていう風な答えを出すのはどうですか？もちろん×ですよね。なんででしょう？これが一番大事なところね。結局、この解の個数っていうのは何かっていうと、これの解ですよね。うん。合ってんじゃん。違うんですよ。これで出てくるのは、ラージ X の解の個数なんですよね。大丈夫ですか？だから、求めたいのは、スモール x の解の個数なんですよ。だって、このところにスモール x しかないじゃんっていう話。だから、x2 乗 -4x イコールラージ x って自分で勝手に置いて、ラージ x の解はこの数です。うん。ラージ x の解がこんだけの個数ですって言われたところで、いや、スモール x 聞いてるからってなるわけなんですね。じゃあ何しなきゃいけないか。要は、ラージ x が1個出てくれば、スモール x が1個出てくるとは限らないと。だから、ラージ X がどういうラージ X が出てきたら、スモール X は何個出てくるかなっていうところまでしっかり考えなきゃいけないわけなんですね。よろしいですか？ということで考えていきましょう。x2 乗 -4x イコールラージ X の中で関係性が結ばれてるわけじゃないですか。とすると、x が1以上4以下の範囲で考えてあげると、要はラージ X が、例えば、ここで、マイナス4の答えが出ましたっていう風になるとするじゃないですか。ラージ X イコールマイナス4の時のスモール X の解って何かっつったら、こっちに戻してあげるわけですよね。ラージ X がマイナス4の時に、スモール X は2になるというわけなんですよ。わかりますか？つまり、このラージ X の解の部分をこっちで見てあげて、スモール X はこっちに戻してあげるわけですよ。この X 座標に戻してあげると。だから、結局また定数分離と同じ感じでこうやって当てていけばいいんですよね。当てていくと、ラージ X がマイナス4の時は、x は1個と。で、ラージ x がマイナス4からこの1のところ。これはマイナス4からマイナス3の時は、x は2個と。2個ぶつかりますよね。で、マイナス3より大きくて0以下だったら、スモール x は1個と。その他0個っていうことですね。こういう対応関係を作ってあげなきゃいけないんですね。だから、この文字置換型っていうのは、ただ置換してあげればいいだけじゃなくて、それで置換してあげて、ただ当ててあげるだけだと、ラージ X の解の個数が出てきちゃうから、ラージ X とスモール X の対応表っていうものをしっかり作ってあげましょうっていうのがミソなんですね。あとはもう簡単。要は、ラージ X イコールマイナス4でぶつかれば X イコール1個。これ要は、ここの部分のぶつけた時のラージ X の交点っていうのが、この座標がそのままラージ X の出てくる解になるので、このラージ X イコールマイナス4、ここでぶつかれば、X イコール1個出てきますよって話ですね。じゃあ次にマイナス4からマイナス3の範囲でぶつかれば X は2個なんですね。だから、マイナス4からこれマイナス3ね。ここマイナス3の範囲で、ここでぶつかれば X は2個と出てくるんですよ。大丈夫ですか？で、一方マイナス3から0の範囲で、ここでぶつかれば1個出てくるわけですよ。こういうぶつかる場所によって出てくるスモール x の数が変わってくると。で、あとちょっとこのね、イコール、統合がどっちに含まれてるのかなっていうのを意識しながら y イコール a、この変動させたグラフを当てていってあげれば答えが出るわけですね。だから、まあ単純にマイナス1より小さいときは当然0ですね。a がマイナス1より小さいときは0を、a イコールマイナス1のときは1個の地帯に1箇所ぶつかってるわけだから、答えは1個出てくるし、A がじゃあマイナス1から次変わってくるのが、ここの0の時ですね。これ、統合入れますよ。その時は、
2回ぶつかってると。しかも2個とも1個に対応する部分でぶつかってるから2個と。で、じゃあ、次、注意しなきゃいけないのが、A からどこまでかっていうと、このマイナス3の時の Y 座標っていうのは、3か。あとはこれ、不等号を入れるかどうかっていうところをちょっと注意しなきゃいけないんですけど、マイナス3のところでは2個になっちゃうから、そのちょっと手前のところだね。だからここ3になるわけか。3のところで考えてあげると、1箇所地帯で1個ぶつかってるから、ここで1個になるわけですね。次、ここの3以上8までの部分では、1箇所でしかぶつかってないけど、その1箇所が2個分占めてるということでこうなる。で、あとは A イコール1の時は、ここの1個地帯で1回しかぶつかってないから1個。で、あと A が8より大きい時は0個と。こういう風になるわけですね。答えがこれと。よろしいですか？まあ、こんな感じで3パターン全部見てきました。スタンダード型が一番よく多分ね、目にしたことある人も多い形かなと思います。それは y イコール a っていうものでぶつけてるから移動しやすいんだと。で、何が定数分離がいいかっていうのは何回も言いますけど、解の個数が一目でわかるだけじゃなくて、その解の値までしっかりと視覚化できると。そこがすごくいいところなんだっていうことをしっかり押さえておいてください。で、その上で、そのスタンダード型の次が一部型と。それは定数でくくったら一次式になる場合。それは定点を通って傾きが何とかの直線っていう風に動き方がまた簡単になるから見やすいんですね。で、最後に文字置換型。これの場合は文字を置き換えてあげた時に出てくるのがラージ X の解の個数になってしまうからしっかりとラージ X のここの部分でぶつかった時はスモール X 何個出てくるよっていう風に対応表を作ってあげてミスがないように数えてあげるという風にするのが定数分離の3パターンでした。これ全部ね、押さえてもらえれば、少なくとも定数分離の考え方については、模試だったり二次試験でね、他の人に負けるっていうことはまずないので、しっかりとね、全部マスターしてもらえたらいいなと思います。ということで、ためになったよという方は、ぜひチャンネル登録、高評価、あと、こういう動画撮ってほしいというのをコメントに残してもらえたら嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。